はい、人、ちょい、はい、3、4、5、6、7、8。桜会長、稽古で大切にしていることとは何ですか？稽古で大切なとまず、私の場合はこの型に対するはですね、基本的なもの、基礎ですね。はもう大事にしようと。例えば、四股立ちならちゃんとした四股立ちの形があるし、猫足があるし、前屈立ちがあるし、しっかり基礎を考えながらどんどんいろんな型をやっていくうちに型が崩れる場合があるんですよ。でゆっくり見ると基本的なものもちょっと崩れてるなとかあるんだからそれを常にこう意識しながらまず基本をしっかりやれば自然と型も向かってうまく、これは個人差がありますけど早く動けない人とゆっくりするまず基本をしっかりとこうやっていきたいと思ってます。得意な方、好きな方ございますでしょうか？得意なのは競技空手に出た時に点数が高かったのは50勝だったんですよ。50勝の方が得意ですね。好きな方はもう、演舞会でほとんど使ってる、白鶴という、鶴の動きを演じた方があるんですよね。上木先生これはもう直接教えていただいて急に40弱ぐらいの時ですかね、先生から白鶴を教えるからやろうと1対1でやったらビデオでも載っけてあるんですけどこれが非常に、好きな方ですね。こういうところが好きとかって何か動きとかで好きなところってあったりしますか？やっぱり片足上げての動きですよ。一本足で、こう広げる時があるんで疲れてる時のブレてですねなかなかうまくできない一本足ですから、その手を広げて一本足で立つあの姿勢がとても過ぎる。空手を続けていく大切さってどのように感じてますか？50年ですから、はっきり生活の中に入ってますんで特に、これだから空手じゃないともう染み込んでしまうんです。そこまで考えることはなかったですね。もう来るのが当たり前、もちろん50年ですから結婚しました、子供ができました、子供が病気しましたなんて言って休むっていうのも結構ありましたけどとにかく続けてきたのが、現在に至るで空手に対するそういう深く考えたことがないですね。自然とも入ってきて意識はしてない、知らないうちにもう動いてたというそういう感じですね。続けることでなんか自分の何かこう変わったり強くなったりっていうところは実感できるところございますか？武術であり格闘技でもあるんですよね。空手っていうのは非常に強いイメージもあるし、ただまたさっき言った禅みたいにこうしっかりこう自分を見つめるっていうのもありますから、あと精神的に全然関係ないですけど仕事でスタッフにいた時いろいろ人間関係ちょっと嫌だなと思った時なんですかね、空手をやってることによってブレーキが効くって言いますかね、こんなことで、悩んでる場合じゃないなとか、そういうふうに切り替えができるようになりましたね。自然とね、なかったら意外と違うとこ行ったかもしれないっていうのはありましたしね。空手を通して学んだこと、あとは人生をこう豊かにしてくれたことっていうのは何かございますか？さっき言ったように一つの生活の中の一つで淡々とやっていた。きつい時もあったしやりたくないという時もありましたけど、やりたくないと思ったことはありますがやめたいとは思ったことは一度もないです。当初はね空手をやりたい、強くなりたいということで一生懸命組手も結構最初組手ばっかりやってましたから、20代の配置先それからスタートしていろんな型があるし覚えるのもいっぱいあるし、先生方の話も面白かったし昔の話を聞いて、こういう先生方もいらっしゃるわけこれは簡単にできないなと、この時の歴史がある
当初入った時は歴史があるんだなぐらいだけど、一緒にやってみて、昔の先生たちもいろいろこういうふうに考えてやってたんだろうなと思って、この大きさとか分かってきて、現在に至るんですかね。水の動画を利用する人が、今後出てくると思うんですけど、何かメッセージございますか？そうですね、沖縄の空手っていうのは、昔から言われていることがあって、攻めるにあらず防ぐ技って言われる。大体防ぐことからしか、型でもいいですけど、まず受けから始まる。どの型でもできる。攻撃から始まるとありますけど、非常に少ないです。だから自分を守る、あと自分の大切なものを守る、家族であり、いろんな、恋人であり、そういうのをトータル的に守ることから始まる。でそういう意味では精神的なね、もちろん腕を使ったり筋力の強さの精神的にいろいろ鍛えたり、考えることがいろいろ出てくる、やりながらね、どんどん活用を始めていくといういろんな面でまた非常にプラスになるというのはあると思います。それ全て攻撃だけの体ではありませんので、そういうのもあっていいんじゃないかなと。一つの禅みたいなものも入ってますからね、そういうふうに思いますね。俺、はい。